皆さんこんにちは。衆議院議員の細野豪志でございます。山水会チャンネルには私は久しぶりの登場ということでございます。今日はですね、ゲストとして元陸上幕僚長の岡部俊也さんにおいでいただきました。岡部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。岡部さんは私の地元では大変な人気者で、陸上自衛隊の富士学校にも長くおられて、須走りの方なんかは皆さん岡部さん岡部さんって言うんですよね。飲んでただけです。あとはね、現場の自衛官にも本当慕われた、まさにね叩き上げの、陸幕長を経験されたということで、今日楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。で今日前段はですね、これは私の本意じゃないんですけど、やっぱり世に流布しているデマは、否定をしなければならないということでですね、日航機の墜落事故についてお伺いしたいんですね。でこれもともと青山東子さんですか、ずっと長くあれは事故じゃないんだということを言っていてですね、で私もそこは、そういうことを言ってる人は知ってましたけど、スルーしてたんですよ。ところが森永卓郎さんがね、書いて、それが漫画にまでなってて、結構ねこれで信じてる人がいるなっていうことに気がついて、これは自衛官のためにねきちっと否定せないかんなと思ったんですよね。で岡部さんは、あの時習志野の空挺におられて、小隊長で現場に行かれたと。はい、そうです。強烈な体験だったでしょうね。最初はよく場所がわからないまま現場に入っていったんですが、もう入ったすぐ現地がすぐ分かりましたので、明るかったので、翌日でしたので、リペリングというロープ伝って降りたわけですけども、最初に踏んだのが実は耳だったんですね。それでいわゆるぐにゅっとしたものを踏んでしまって、これはまずいと思って慌てて下げたんですが、それから先生存者の救出が目的でしたので、任務でしたので、そのままずっとお魚の尾根を上がっていくんですけども、捜索しながらいわゆるもうご遺体ばかりですから、それも部分遺体、さまざまな形の遺体ですので、見たことのない、もうそういう状況がずっと続いてましたので、ですから逆に言えばあそこに4名の生存者がおられたっていうのは奇跡ですよね。でもそれは本当に驚きでした。空挺でそれぞれ習志野で、もう本当にものすごい訓練を積んだ方がまず現場に行ったわけですか。で岡部さんそのお一人だった。でここはねもうデマなのではっきり否定していただく必要があると思うんですけれども、言われてるのは、自衛隊が誤射して、でそれが原因で、墜落したと。しかも横田基地に不時着というかね、臨時でもう降りるところをそれも拒否して、山の中に落としたっていうね、しかも撃墜したっていう、そういうことが言われてるわけですよね。しかもそれがわからないように焼き払ったと、ここまで言われてる。でこれは現場におられた方としてやっぱりきちっと説明していただいた方がいいと思うんですけど。私だけですとやはり現場のいわゆる生存者を救出し、それから遺体の搬送その他ですから、ある局面でしか私見てないんですが、たまたまそういった現場にいた人間を今集めて、JAL123 便事故救命の会というのを有志で作って今活動してます。でその中で例えば当時スクランブルでファントムで飛んだものだとか、あとは直接の船ではないんですけども相模湾で船に乗ってたものだとか、あとは現実、私は空挺として空から入ってきましたけども、下からずっと歩いて登っていったもの、さらには、JAL の職員だった、そういう人たちが今いろんなことを直接現場というかそういった実体験をもとにいろいろ証言を今して集めてるところです。でその中で今一つ一つをいわゆるデマに対して、そうじゃないよということを今発信をしようとしているところです。ですから逆に言えばいわゆるミサイルが最初衝突してしまったんだと、いわゆる訓練弾が衝突したんだという言い方なんですけども、当然それは例えば相模湾にいた海上自衛隊の船があるんですね。でその船が実態は松行という船なんです。
護衛艦ですね。護衛艦です。はい、で、ただ、実際正直、正確に言うと護衛艦ではないんですね。名前は命名されて進出式終わってるんですが、まだ石川島播磨重工業の船なんです。艦側に引き渡しされてないんです。ですから、船長は民間の人なんですよ。はい。そして、いわゆる試験、いわゆる講師っていう言い方したんですけど、試験ですね。で、その中には自衛官が偽装員として乗ってます。海上自衛官が。なるほど。でも、実際船を動かしているのは民間の方なんです。で、それが撃ったって言ってるわけです。ありえない。ありえない。はい。撃ったと陰謀説ではそうされてるわけだ。ですから、到底民間の人が、いわゆる船に、まだ護衛艦でもない船の、まあ装備はつけてたのかもしれませんけど、そこから撃ったということ自体がありえませんし、もともとそういう試験でありませんので、そのやってる。ですから、そこにいる証言者というのは山ほどいるんですよ。自衛官だけでなくて民間の方含めて。ですからそういうものを全くもって否定を。まず出発点からしておかしいですね。なるほど。で、さらにはファントムが撃墜したというのも、例えばファントムが、いわゆる迷走している123便の後ろを追随してたという目撃証言があるって言われています。まあそれは私は多分誤認というか勘違いされてるんじゃないかと私は思うんですけど、これは推測です。でも一方で上空にファントムが飛んでなかったことは明らかでして、当然レーダーサイトで見てますし、最初に発信したファントム2機は100里から、これはスクランブルで飛んでます。で、ホットスクランブルといって、いわゆるその領空侵犯措置で上がって、で、実際そうではなくて、行方不明になった飛行機の捜索ですよということを上空で聞いて上空に入っていった。なるほど。ということだそうです。ですから当然、ミサイルは持ってるんですが、ミサイル発射して落とすっていうことを仮にやった場合、帰ってきてミサイルがないわけですから。それはそうですね。大変な問題になるわけですね。いや、それはもう。隠すことって不可能可能ですから。ないし、それを知ることになる自衛官の数は大変な数です。ものすごい数です。まあ基地の整備員から。整備員、そうですよね。全てが入ってます。ですから、それを撃ったんだと、最後は撃ち落としたんだという証言自体が、現にファントムでスクランブルやった人間は、ちゃんとそのまま帰ってますから、約1時間後ぐらいに。はい。そして、位置をずっと、報告はするんですけど、いわゆる多間という、無線の GPS がない時代です。その距離感を測るために逆に言えば、正確な位置をプロットできてないんですね。それはみんなそうなんですけど。それで一つの時間がかかった理由にもなってます。あと、まあ、そういったもろの話、さらには、その時間をかけた間に何をやったかと、火炎放射器で焼いたんだという、そういう話まであります。まあ、本の中では 3.3 ヘクタールっていうものを焼いたという。で、まあ、自衛隊の場合は、火炎放射器と言わずに、携帯放射器という名前を、部隊が持ってます。それは実際持ってますが、現実問題、火炎放射器という携帯放射器を使うには、中の燃料はガソリンと、アルミニウム石鹸という白い粉なんですね。1リッター 9g ぐらい入れるんですけど、それをずっと混ぜて、あと寝かせて、安定させて、燃料にする。でも、例えば本の中では、ガソリンとタールの匂いがしちゃってあるんです。で、タール混ぜないんですね。なるほど。もともと。だから匂いはガソリンの匂いしかしない。だからまあ、タールの匂いしたっていうのは、まあ、いろいろ燃えてますから、いろんな匂いが混ざってます。私自身も、その何の匂いかって記憶がありません、実際は。現場に行かれた岡部さんの記憶から。ただ木の匂いだとか、焦げた匂いだとか、そういったかすかに記憶がありますけども、そういったものの中で、じゃあ、そのタールの匂いがしたから、いわゆる自衛隊が、その火炎放射を使ったんだという。それをまあいろいろ調べてやって、その化学分析やった結果、ガソリンの成分が出てきたということが、こういろいろ書いてあるんですけども、現実問題、じゃあ今度はその 3.3 ヘクタールを焼こうと思うと、ドラム缶に十数本の量が必要なんです。まあ飛行機が墜落してるわけですから、広範に広がってるわけですね。破片であるとか、まあご遺体も含めて、その 3.3 ヘクタールを全部焼いたと。やっぱその 3.3 の定義がよくわからないところがあるんですけども、本の中で書いてある。ですから、結果として焼いた場所なのか、焼けてた場所なのかはちょっとわからないんですが、少なくとも 3.3 ヘクタールを焼いたとしても、ドラム缶十数本。さらにそれが仮に半分ぐらいだとしても、それは遺体をもう一回焼いたのは二度焼きっていう言い方してるんですね。そういうところまで書いてあるんです。我々が、自衛隊が二度焼きしたんだと、遺体を。一回墜落して、そこで焼けてるところに、もう一回人為的に焼いたと。証拠隠滅するために焼いたんだ。で、そういうことを考えていっても、いずれにせよ大量な燃料が必要になって、携帯放射器ってやるのに、
いわゆる棒状に火を吹かせるために散布するんじゃないんですね。うん、高圧洗浄機でバーッと水を出しますよね。はい、あれで水をまくような状態。大量の燃料が必要なんですね、はい、火炎放射器というのは。ですから、それで、やったとしても、仮に半分だとしても、10本程度のドラム缶をあそこにまた運び込まないと。携帯放射器自体の数ありませんので、そうするとそれだけの準備をしてやるのに、一晩で、じゃあ燃料を作り、いや、ゲルカイというんですけど、その燃料を作り、それを今度は現地に運び込み、そして現地でまたエアコンプレッサーで空気入れて混ぜなきゃいけませんので、そういったことを全部やれるかというと、到底その一晩でやれるような作業じゃない。そんなドラム缶なんか空中からもう落とせるものじゃないですから、どっかから持って上がらなきゃならないですよね。そうです。下からの当然無理ですから。そして、我々リペリングで降りてみて分かりましたけど、急斜面なもんですから。ああ、そうですよね。まっすぐ降りれないんですね。降りた後、体がどんどん下に落ちてくる状況ですから。で、そういうところばかりですので、そこに何かそういった機材を下ろすだけでも相当な時間がかかる。それだけ取ってみても、そういうその火炎放射器で焼くだとか、証拠隠滅するということ自体が、実際不可能ですし、現場に行った人間だとか、その火炎放射器そのものを一度見てもらえれば、どういうものかと見てくれれば、それはもうできないっていうのは明らかに分かるはずなんです。でもそれは、そういう取材はされてないままの状態で、それがどんどん、焼いたんだということだけは一人歩きさせる。なるほど。そういう岡部さんをはじめ、当時の状況を知る方々が、きちっと検証して情報を出していただいていると。ただ残念ながら、どちらかというとそのデマの方が拡散してしまっている現状もあるわけですよね。まあ非常にでもその活動っていうのは重要ですね。やっぱり自衛官の皆さんの誇りにも関わりますもんね。私がなぜこれを開始したか、ちょっとよろしいですか。実際5年前に手記を書いてくれっていうことで週刊誌の方からあったんですね。それはそういったデマの本が出回ってるので、これのままではダメなので、岡部さん、何をやったかって正しいことを発信してくださいよっていうことで手記を5年前書きました。で、その時はまあ書いて、で、その本が出てたのを知ってました。で、去年ですね、またその例の森永卓郎さんの本でかなり盛り上がってるのを確認をしたんですが、ここまでその突拍子もない話が、皆さん信じるのかと私思ってたんですね。ちょっと国民をバカにしてんじゃない、逆にそういうぐらいに思いました。この本を読んで。ですから、そんなに目くじら立てるような話でもないでしょと。こんな滑稽な本をと思ってたところですね。実は、去年、私、退官をしてからずっと毎年8月の中旬には、御巣鷹山に慰霊登山してます。で、欠かさずずっと毎年やってるんですが、去年ですね、新しい日があった。で、そこに、ちょっとあるんですけども、日航機墜落事故真実の仮説という話の中で、その中で加害者は N 総理と自衛隊幕僚長。事故の原因は自衛隊が栄光標的が衝突させたこととかいろいろ書いてあるんです。で、ミサイルで撃墜したの自衛隊がとか。まあ N って書いてますけど、もうこれは時代がもう明確に分かってるわけですから、中曽根総理が撃墜を指示したっていうふうになってますよね、読んだら。そしてその家があって、その下には N 総理自衛隊が意図的に殺害した乗客犠牲者って書いてある。これはどこにあるんですか。御巣鷹山のその現場に行くためには通るところにあるわけですか。登山道がありまして、証拠の日って一番上にあると大きな有名な日があります。証拠の日に上がるところと、菅野沢という生存者が見つかって大量の遺体が発見された場所があります。そこの分岐点のところにある。じゃあそこを通らざるを得ないわけです。もう確実に見る場所で、それが一昨年じゃなかったんです。毎年なかった。去年私は8月の14日に登った時にはそれが厳然として入りました。で、それで私びっくりして、今年の山開きが終わって、登った人からも聞いたらまだあったって言ってますね。はい。で、それを見て私、これはまずいと思ってですね、こんなのが現実問題、登山者が見る場所にあるわけですよ。で、これは単にSNS なんかで拡散されてる世界ではないし、一生懸命登ってこられる方、いろんな思い、ご遺族も含めて、
こういうその誤った情報を拡散されるのは非常に困るなと思いまして。で、さらにはもう一つ、これで衝撃を受けて、本当に動けないぐらい衝撃がです。それと別に、先ほど、トナさん言われました本ですね。本が、実は、全国学校図書館協議会選定図書として3冊、図書館の指定図書に入ってますね。私も確認しました。でこれを私は山から降りて確認したんですね。でこの2つがあまりにもちょっとこれまずいんじゃないか。いわゆるその拡散の仕方が、一つはそういった異例の園でもそういうことをやられている。そしてなおかつ学校で小学生だとか中学生相手に、これをフィクションじゃないんですね。ノンフィクションとして指定されてるんです。これ何も知らない子供がもう40年経ってますから。当時生まれた子供はもう40歳ですね。私が中学校の時ですから、私今年54ですからね。これぐらいの年齢より下はあんまり記憶してないと思います。それが白紙の状態であれを読んだ時に、自衛隊こんな悪いんか、国ってこんな悪いんか、日本ってこんなひどいんかというのをに刷り込まれるような危機感を持ったんですね。それでちょっと活動しなきゃいけない。まず一つ目のね、その非なんですけど、これはご遺族の中でもこの陰謀論を信じてる方っていうのはもうご遺族ですから、まあそれはもう本当に辛い思いをねされた方だから、こうそういう意味では本当にねお気の毒だと思うんだけども、その中で本当に一部なわけですよね。と信じたいですし、ご遺族が立てられたとは思いますので、そこはご遺族の行為に対して我々はどうのこうのというあれはないんですが、ただやっぱりそれはやっぱりね、そこに立てるべきものかどうかっていう判断はやっぱりあってしかるべきですよね。私はそう思います。先ほど言った異例の場ですので、そこになんかこう犯人が誰だというような世界ではやっぱりないでしょうねという、まさに本来はね、撤去されるべきものですよね。我々とすればそうは思いますが、ただそれをご遺族が立てられたのであれば、ご遺族のご意思ですので、そこは我々がそこに立ち入れないような部分がありますので、非常に悩ましい。一方で学校推薦図書の方はですね、これはどっちかというとまた政治の方の話になってきていて、私も今調べて何とかできないかなと思ってるんですけど、あれ公益社団法人なんですよね。純然たる民間団体で、見てると税金入ってるわけでもなくて、会費とか寄付金で成り立っていて、で推薦図書になりましたと。ただもう5年間という期限付きだから過去の推薦なんで検証もしませんっていうことになっていてですね、ただ現実問題としてその時期に学校推薦図書にしてるもんだから、小学校とか中学校の図書館で置いてあるところが結構あるんだと思うんですよね。おっしゃる通りです。私もその公益社団法人には公開質問状実は出した。見ました。そうしたところがもういわゆるその期限が切れてますので、我々もお答えするあれはありませんということで来たんですが、問題なのは期限が切れても、古田さんおっしゃった通りで、本は残るわけですよね。捨てるわけじゃないですから。でも推薦図書にする条件の中に科学的みたいな言葉も入ってんですよね。どう考えてもこれはもう非科学的であり、そうなんです。そこを我々は質問の中に問ったわけですけども、いわゆるその選定の趣旨から言えば合わないんじゃないかという認識でやったんですが、期限は終わってますのでという回答しかもらえなかった。私もねちょっと文科省ともやり取りをしてみようと思ってましてね。いかにね、民間だといっても学校の図書館に置いてあるっていうのはそれなりの意味がありますからね。また会長なんかもちゃんとした方がついておられますので、そういうことを考えた時にはやっぱり常識で物事をやっていただかないとというふうには思いますですね。あとは岡部さんがやっておられるんだけども、そういう関係者の方々がむしろねきちっと発信していくことですね。やっぱり情報量の勝負にもなってきますから、この山水館チャンネルでも、これちょっと取り上げようかどうかだいぶ2週間ぐらい前から迷ってたんですけど、やろうということでね、今日そういう機会を作らせていただいたんですけどね。で岡部さんがなぜそういう行動を取られたかなんですけど、それはやっぱり自衛官の誇りを傷つけたくないっていうのがあるわけですよね。もう誇り守るためです。
まあ、自衛官のみならず、機長は予備自衛官でありましたし、そういった自衛官関係者含めた、やはり誇りを守ることが絶対大事なことだと思いますし、それぞれがそれぞれの場所で、機長は最後の亡くなるまで一生懸命機を操縦、立て直そうとされたわけですよね。それに対して非常に侮辱的なこともいっぱい書いてあるんですね。でなおかつ、当然、現場の自衛官は一生懸命またそこでやったわけですね。いわゆる生存者の救出から遺体の放送までです。様々なことをやって、それをたった一言、犯人だみたいな、そんなんでは耐えれないですね。まあ、また私も現場にいた一人として、仲間を侮辱されることについては絶対耐えれないのですし、そういうことを含めてきちっとした我々自衛官、その関係者の誇りを守ること、これに尽きることだと思う。まあ、陸幕長をおやりになって、まさに、まあ、陸上自衛隊という、まあ、最大のね、もう人員も抱えて、そのまさにトップとしてやられたわけですけども、まあ、時代は変わって、私も叔父が自衛官ですけど、叔父がやってた時代と今と比べると、自衛官に対する国民のレスペクトはね、非常にもう高くなってるし、それは感じるんですけどね。ただ一方で、そのまあレスペクトに値する処遇がなされてきたかとか、あとは退職した後の自衛官のどうそれを国家として支えてきたかっていうと、もうそこは大変申し訳ないなって思いの方が強くて、まあ本当に岡部さんが人気があるのは価値観からも慕われてるんで、そこだと思うんですけど、やっぱりまだまだ改善していくところが多いと思います。多いですよね。今回石破政権で、いろんな処遇改善進みましたけども、これは評価はされてますか？なんていうんですかね、関係閣僚会議、いろんな結果がそのまま予算にも反映されてますし、逆になんていうんですか、一つ一つがきめ細やかなことまで配慮されてます。非常にあれを見たときは嬉しかったですね。今までにない部分で、当然お金がかかる話ですから、それもこれがどう処置をされるかというのもあると思いますけれども、少なくとも7年度予算の中でも、例えば手当の問題だけ一つとっても33だったんですかね、ぐらいやる増額なり新設をされてます。そうですね、手当が自衛隊低いんですよね。そもそもがですね、そういったことをきちっと考えられてますし、何よりも例えば大きく関係閣僚会議の中で処遇改善の問題と、生活勤務環境の改善と生活設計というこの3つのカテゴリーの中にそれぞれきちっといろいろなんていうんですかね、入れていただいたこと、これは本当に嬉しい限りでした。ただ少なくとも今見とかなくちゃいけないのは年度の問題だけではなくて、中期的な視野で立って物事を見たときにどうなのかなっていうところが、前の中規模がいわゆる27兆円総額ですね、約。そのうちの11兆円が人件糧食費という名前です。もうご案内の通りです。ところが、今回の防衛力整備計画の43兆円、1.6 倍ですか、になっても変わらず、人件糧食費が11兆円のままなんですね。私ね、そこが一番気になってるんですよ。でそこを入れておかなかったもんだから、やっぱり毎年交渉していかなきゃならないって状況になってるんですよね。計画的に物事ができない、確かに。だから7年度は評価はしたとしても、じゃあ8年度、9年度はどうなっていくのかという問題。それと、じゃあ次の防衛力整備計画の中で11兆円から打破できるかというところは一つ大きなところ。そろそろその議論も始まるんですよね。私はもうそこは絶対入れなきゃならないと思います。で、それをやるこの一つの大きな根拠としては、やはり補給表、全体の給料水準を上げないとダメなんですよ。今回入ってる処遇改善はかなり若手にね、絞られてるんですよ。そうですね。もう初任給も上がりますし、あとは A 内で生活する手当もつきますし、入る時のいわゆる準備のお金も上がるので、多分ですね、20代の前半ぐらいの隊員の処遇がだいぶ上がってるんですよ。逆にもう5年後、10年後、30代とか40代の隊員の処遇は正直手当以外ほとんど変わってないんです。いわゆる今のおる人間の。そうなんですよね。彼らは若い時むしろ非常に低い待遇で、ようやくここまで来てるのに、まだ報われてないんですよね。で、手当といっても、その手当に該当するものと受けないものと、なんていうんですかね、やっ
差があるんですね。で同じ手当だとしても、いわゆるその寒冷地の問題だとか、さまざまな富士でもいろいろ問題ありますよね。ああいうのがやっぱり今内在してるんです。ですから逆に手当が上がったとしても、それにその悲劇を受ける人間っていうのは実はあまり多くはないんです。そうですね。で今回は注目したのは10年度に法規表改定というのが言われましたですね。でも遅い順年。遅いです。私もおっしゃるとおりです。はい。でこれ3年間でやめますよ。今民間がねすごいやっぱ給料上がってますから、引っ張ってますからね。でこれをねとにかくね1年でもいいから前倒しをするっていうのが当面の私の仕事で逆に言えば10年改定では次の5年間の総額人権領助金の総額が決まらないんです。ですから今しっかり準備をしてそのいわゆる防衛費全体の中で特に人件費をどれだけ確保できるかというのはこれから今積み上げてもらわなくちゃいけない。そうです。で、私はこの今期の防衛力整備計画の中で11円変わらなかったのは、いろんな事情があるのかもしれませんけど、人件費を積み上げることができなかったことが一つの大きな原因だと思います。おっしゃる通りで、もう早く法規表を作って制度化し、それに基づいて人件費を積み上げてもらいたい。そうすることによって本当の意味の処遇が確保できるというふうに思います。山水会のメンバーっていうのはみんなよく分かってますから、みんなで力を合わせてそれをやりたいと思ってまして、で最後にもう一つ聞きたいのが、退職後なんですけど、陸上幕長をやられてもう本当に幹部の方は、60とか場合によっては定年延長も若干あるということで、そこからの第二の人生じゃないですか。ただ下士官で入られて、で例えば陸曹、あとはそれプラス総長ぐらいで体感される方が陸上自衛隊でたくさんおられて、そういう方は今56、そうですね、56ぐらいが多いですよね。で年金もらえるのが65からということで、この間ですよね。おっしゃる通りで、今大体56から60の間に若年給給付金をもらってます。そして60から65の間というのがあって、でそれから65以上という、また若年退職者給付金が下がるんですよ、60になるとね。で問題は60、大体全体の制度設計が60歳の時の給与の7割ぐらいで65からなってますね。それを全部上げてもらわないと、いわゆる一般職と同程度、今構想的には書いてありますけども、まさにあれを実際に具体的にやっていただかないと、多分本当にこれまで苦労してきた人たちが非常に問題が多い。いやいろいろ私もね地元で自衛官の OB の方と会うんで見てるとですね、50代の半ばの方でも子供さんがまだ中学生とかざらにいるんですよね。そうするとそっから給料で大学やるとか専門学校やるって言うと大変ですよね。ですからそういうところをきちっとお願いをしたいというのと、もう一つやっぱり恩給じゃないかと思うんです。いや私ね弱退金ね、もう私数年前から弱退金を増やせと、しかも民間で給料が高くなると弱退金減らされるじゃないですか。たらずまい埋めるっていうか、これおかしいって言ったんだけど、今だから言いますけど、むしろね陸幕なんかも弱体的な話あんまり触れないで方がいいっていう雰囲気だったんですよ。なんかやっぱり世間に知られるとそんなものがあるのかっていう叩かれんじゃないかって感じだった。静かにっていう。いやそうなんですよ。やっぱり堂々と言えばいいと思うんですよ。と思います。だって今それは背広組ね内局の人と比較っていう話でしたけど、むしろ消防とか警察とも比較すべきで、彼らの定年確実に伸びて65になるんですよ。それと比べたってそんな募集の時に考えますよね、人生。と思うんですね。ですから人生設計全体の話は先ほども言いましたけども、年金の問題というよりも恩給という世界を実際問題も途切れてしまった話なのかもしれません。もともとあったんですよね。元はでも年金は恩給の制度から流れてるわけですから、恩給という自衛官に対しての特殊性があるじゃないですか。弱退金っていうのがこれが性格が非常にね不明確なんですよ。私はもうそれははっきり恩給だっていう位置づけにした方がいいと思ってて、それは権利ですから。給料が足らないから埋めるんじゃなくて、もっと分厚くすべきだし、分厚くした上で民間で頑張ってね、より給料上がったり残業頑張ったらその分は生活が良くなるってしないと。努力者ですからね。いやそうですよ。自衛官の老後の頑張りが報われないことになってしまうじゃないですか。
それをやりたいんですけど、ね。いやもうぜひお願いします。まあ少なくとも何回も言いますけど、やっぱ恩給制度で米軍なんか見てて、いやそうですよね。比較にならない比ですよね。較にならないですもん全然。まあ当然予算が我々の16倍ぐらいの世界ですから。もともとその中でやっぱやってる制度ですから、それ太刀打ちできるかというと、そう簡単にできる問題ではないと思うんですよ。でも一方でこれから本当に厳しくなって人がいなくなった時に何で集まるかっていうのは着替えだけじゃやっぱ無理ですね。無理ですね。はい。やっぱり将来設計がちゃんと立てられるという、そこに何があるかというと、そういったもうきちっと国が面倒見るという制度を作っていただかないと、これから先、それこそよく冗談半分じゃなくて本当かもしれないけど、徴兵制にならないと、徴兵しないと国家守れませんよっていう話まで出てくるんじゃないか。まあ、傭兵とか徴兵みたいな話は、まあ、これはありえない話でしょうけども、少なくとも今のままですと、これだけ少子化の中で組織を本当にきっちりしたもの、そういうふうに盛況な組織を作っていくという観点では絶対不可欠なものだと思います。実際本来であれば陸海空で毎年2万人近く取りたいところを、1万人ようやく取れるか取れないか、です。去年がそうでしたね。そうですよね。これがもっと厳しくなりますよね。その意味では自衛官の皆さんが現職の時はもちろん安心して生活できるし、生涯まあそこは安定的にね、過ごすことができるっていう環境を作ることはもう最優先ですよね。ぜひお願いしてる。それは我々政治の責任だと思います。特に現職の方、政治に関与せずとなってるから、声上げにくいですもんね。上げにくいですよ、それはもう。それはやっぱりむしろいい意味で忖度してね、政治家がやんなきゃなんないと思っておりますので。まあですから逆に OB が一緒に頑張らない。いやそうですね。自衛官の誇りをしっかり守るということで、じゃあこれからも岡部さんと力を合わせて、やらせていただければと思います。よろしくお願いします。はい。以上で本日は岡部俊也さんにお伺いしました。山水会チャンネル放送を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。